こんにちは、メイです。なんと目標にしていたチャンネル登録者数5万人を達成することができました。いつも応援してくださってありがとうございます。皆様のおかげです。次は7万人を目指し頑張るので、まだチャンネル登録をしていないよという方はぜひチャンネル登録をポチッとお願いいたします。前回はエントランスから案内所前まで作ったので、今回は案内所裏を作っていきます。本来なら自宅裏をやってから案内所裏が順番なのですが、作りたいものを思いついてしまったので順番が前後します。今回水浸しにするのはここから見える範囲です。まず案内所の近くに堤防を作り、その後ろに海を作っていきます。まず案内所の裏に水たまりを作っていきます。どこでもかしこでも水場を作る、それがオランジェ島です。裏に抜けられるように一部だけ水はつけません。桟橋風になるマイデザインを貼っていきます。この2つのマイデザインがあるだけで水場が作れるので便利ですね。木の板を貼って出口を作っておきます。今回は木の板を使わずコンクリートを使って地面を水から浮いている風にします。道でも木でもコンクリートでも何でもありですね。前回作った道を伸ばして堤防の方までつなげれるようにしていきます。何でもありなファンタジー、それがつもりのいいところですね。最近自分の読書の傾向を知る機会があったのですが、8割ファンタジーのジャンルを読んでいましたね。異世界転生系や悪役令嬢、時間旅行系が大好物です。残り2割は料理と歴史でした。おすすめのファンタジーや料理、歴史系の物語があればぜひ教えてください。漫画や映画、小説、アニメなど何でも OK です。大好物です。1日1回は物語を読まないと精神的ダメージが回復しないのでぜひよろしくお願いいたします。今回も現実ではありえないファンタジーな組み合わせを楽しんでいきます。案内所裏の堤防前の道ができました。まだ現実にありそうですね。堤防を作っていきます。堤防の上に道路を作っていくので大きめに作ります。横13マス以上、縦5マスですね。作りたい道路の大きさによって変わってくると思うのであくまで参考程度に。階段を設置するために6マス分ずります。横向きに設置するので縦2マス、横3マス分ですね。頼りなさそうな堤防です。ここから堤防っぽくしていきます。海抜0メートル地点に位置するこの堤防は強くしたいのでコンクリートで固めていきます。かなり久しぶりにシンプルなパネルを使っています。ライトグレーにデフォルトのリメイクのコンクリートです。ここの強度が弱そうなので固めていきます。横に4マス削ってこの前に家具を飾り付けて強度を高めます。シンプルなパネル2枚置いたらその手前にフェンスを置いていきます。手前の擁壁よりかなり強そうな見た目をしています。今回のオランジェ島は割と街に近い感じになりそうな予感がしています。このタイルは砂砂のタイルでコンクリートに砂がついたような感じをイメージして作りました。島全体が水浸しなのでカラカラに乾いたところのギャップがないとどんよりした雰囲気になりがちだからです。湿地帯よりも熱帯なイメージですね。何かを作るときにやりすぎたなーって思ったときは減らすか、減らさなければ多いものの逆の要素を取り入れてバランスを取ることを大切にしています。ちょっとずつしっかりした見た目の堤防になってきましたね。堤防前を飾り付けていきます。タヌキがフラッと外に出たときにちょっと休憩できるようなスペースにします。自販機は2種類選び放題です。島とねりこの右側は上の堤防をある程度作ってから後で作ります。石亀は案内所前で使っているので雰囲気を合わせるためにこちら側にも採用しています。シンプルに仕上がりましたがまだ未完成です。堤防を拡張していきます。
横に小さすぎて波を防げなさそうですからね。階段の奥は海を見渡せる休憩スペースです。下の自販機で買った飲み物を片手に海を見ながら眺める、そんなスペースを目指します。行き止まりの道からやってきた謎のトラックを置きます。あまりにも横に狭すぎたので拡張します。作ってはマイデザインを貼りの繰り返しです。トラックの前に横断歩道を敷いてメリハリをつけます。中央線からはみ出る車たち、危ないレイアウトです。柵をつけてガードレール風に。ガードレールの柵が次回作では採用されてほしいですね。またもや道路へはみ出す信号機くん。安全は考えていないレイアウトです。一マスだけ拡張します。横断歩道の出口も9マス崖を作ります。ここにも階段を設置して海に降りられるようにします。疲れ切ったナルケチが誤って転落しないようしっかりと柵をつけておきます。住民たちが通れるようにしっかりと1マス開けていきます。天気がいいので続けて崖を作っていきます。斜めの道にしたいので崖も斜めに作っていきます。余裕を持たせて大きめにいろいろ作っていたら島の奥の方まであっという間に行きそうなので少しでも奥を開ける作戦です。オランジェ島初登場の斜めの道です。マイデザインのパーツが足りなくて書き足しながら作っています。堤防下の島と練り子横を仕上げていきます。ここにも水を追加するので砂の地面を敷いて道も案内所の方まで伸ばしていきます。この道は右に何を作るかで今後変更される可能性しかないですね。ここの端の部分がギザギザで微妙なので隠していきます。ヤシの木を植えて隠していこうと思ったらなんと植えるスペースがどこにもなかったので道を手直し植えます。最初にヤシの木を植えてからマイデザインを貼った方が良かったですね。昔から木を植えれる場所をうまく見積もりすぎてしまいがちです。便利アイテム麦畑を置いて砂浜の端を隠します。擁壁下ができました。ここまで序章ということにびっくりですね。いいお天気をお届けしています。階段が設置されました。雲行きが怪しいですね。ついに来ました海作り。まさかこんなに時間がかかるとは思わず編集している私もびっくりです。砂浜を海になる予定の半分くらいまで敷いて効率よく海を作っていきます。更地にするときにマイデザインを消して砂浜を消してって大変ですからね。ただいま10倍速中です。エッサホイッサという掛け声が似合いそうなくらいの動きですね。砂浜が敷けたら波を作っていきます。今回は堤防沿いから写真を撮りたいので堤防の上に立ってちゃんと波が見えるかどうか確認します。でマス奥へずらします。大きな海を作るときは波は一直線に横向きなものをつなげるのではなくうねうねさせながら波の輪郭を作っていきます。強く波が来たところと弱く波が来たところでは砂浜に上がってくる海の量が違うからですね。ちゃんと写真に写りそうか確認します。多分大丈夫そうですね。うねうねさせてあげるとかなり自然な感じになるのでなんかここおかしいなと思ったら大きくうねらせてあげてください。カメラを目いっぱい上まで上げて海の最終地点を決めていきます。水平線になるところを走っていって決めます。ここら辺ですね。アングルを変えて足が見えなくなるまで移動します。海の最終地点はここです。僕の方は映んないから大丈夫と言ってさら地化していなかった平らさがバレていますね。前面に海を敷きます。
結構時間がかかるので、何か他の作業をやりながら水浸しにするのをおすすめします。疑似の海ができましたね。音をつけたら海っぽさ増し増しです。透過パーツとそうでないものは砂浜の上では色が変わるので、こういう時は透過パーツを使います。あとは適当に海にきらめきを与えます。灯台を作るので位置を決めていきます。画面の3分の1くらいのラインまで走っていきます。場所を決めていくときはだいたい走っている人生です。もっと右ですね。位置が決まったので灯台作りです。灯台は一段高い位置にしたいので2段目を少しだけ作ります。円形を作るときは遠い場所は一段上げるといい感じに見えやすいです。いらない部分は削っておきます。洞窟を飾って岩場を作ります。これのおかげで在庫の石がゼロになりました。石のご支援いつでも受け付けております。洞窟は全部で3つ並べます。斜めに飾っていくといい感じになります。あんなに荒れ果てた背景が見えなくてすっきりしますね。こちらから見てもいい感じに灯台ができました。日本っぽい海にしたいのでこの部分に緑を足していきます。海岸沿いに緑があると良いアクセントになって結構好きです。あえてヤシの木は使わずもしゃもしゃした感じに、松を使うとかなり和風っぽさが出ますね。海の方もどんどん飾り付けて海っぽくしていきます。アヒルはあまり海っぽくないんですが、水の近くにいそうな生物としては優秀ですね。海のギリギリの部分に貝を置いていきます。貝を置くだけでかなり海っぽさが出てきますね。木の枝とか浮き輪を置いても良さそうですね。最後に斜めの道の部分に柵をつけていきます。R な街灯とかつけたくなる見た目の道です。海の飾り付けができました。斜めにしてもいい感じですね。断然お気に入りはこの風景。謎に灯台を見張る観光望遠鏡も好きです。これで全て完成です。案内所裏の堤防と海はいかがだったでしょうか。もはや案内所裏とは言えないくらい奥になってしまいましたね。堤防上の道危なすぎと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。